減速の果てに引力は反転する。ブラックホールに飲まれるスパークボルト。ブラックホールから逃げ出すホーリーランス。そして謎の回転。そんな不思議な魔法について今回は紹介していきます。早速始めていきましょう。実例コーナー。まずは収束していくレーザー。物質イーターを付与して地形もろとも消し去りましょう。これでも足りない人はプリケイトやヘビショを足してみたり、さすがに重くなるか。世界の消滅をじっくり味わいたい人におすすめですね。隠しスターだ。六角形なのに星っぽくなる不思議。最後は六角形になってフィニッシュ。次はエブリアザーリフレッシュによる複製。単数で圧倒するタイプの芸術杖ですね。軌跡が円形になっていい。直線が接する軌跡を描くやつだ。軌道ショットで曲げてみたり、ブーメランで曲げてみたり、これだけ複雑だと回転してる感じはしないかも。ブラホで引っ張ってみましょう。スパボはブラホに飲まれて、ホーリーランズは離れていくのがいい。水色バージョンに変えてみましょう。青色。色呪文を付与すると粒子っぽさが増しますね。今から色呪文の有無で比較をしてみましょう。ダブルトリガー版スパゴもそういえば青色やったな。着色料無添加バージョン。こっちの方が軌跡が見やすいね。シャープな方もぼかした方も良さがある。それでは間違い探しの時間です。この冒頭の魔法はさっきのと何が違うでしょうか。さっきよりももっとシャープになってる気がする。あとは何かが違うような。ということで実例コーナーは終了です。正解発表はありません。やってられない。ここからは要となる減速花粉ループの解説をしていきます。前回の復習から入りましょう。花粉ループに減速ショットを足すとその場に固定することができます。これでハートを作ったりもしましたね。詳しくは超流れ星を見てね。わかりやすくするためスパボだけ出るようにしましょう。よく見ると重力に逆らいきれずに少しずつ落ちてます。なら減速ショットを増やせばよさげやな。4分割でほぼ落ちなくなりますね。ここでクイズ。4分割を2分割に変えたらうまくいかない。なぜ？ YouTube のクイズ機能を使って回答できるで。
毎回正答率が芳しくないやつだ。これさ。あ。できたら正解ってことで。本題に戻りましょう。4分割だと、下を向いて止まります。さらに10分割で増やしてみましょう。向き変わった。なんと、上を向きます。減速する力が強すぎて、引力の反転が起きるからですね。ブラフに反発したり、スパボと対照的な振る舞いやな。ホワイトホールには引き寄せられるように。反重力を使うと、今度は下を向くようになります。あべこべだー。さらに増やしていきましょう。減速ショットを21回付与してみました。今度は前後に球を発射し続けています。前振れ反転しとるんかな。頑張ればお絵かきもできるかも。あかねちゃんの何描いてるでしょうクイズ。正解発表はありません。減速ショットを20個追加すると、かなり不思議な動きになります。一見左右に打ってるようですが、少しずつ。理由はわかりませんが、おそらく何かが釣り合っているんでしょう。得意点。花びらを閉じる演出とかにも使えるかもな。加速ショットと組み合わせたバージョン。これは、さっきと同じゆっくりさ。こちらの方が細かく調整できておすすめです。ここから枠数を消費せずに、加速ショットを一つ増やすには2分割。すぐ動くこっちの方が汎用性高そう。以上で、減速花粉ループについての解説を終わります。今回の動画のまとめ。絡む糸、引き寄せ弾く、聖なる矢。花粉ループを減速ショットで固定したり、反転したりしました。この杖に惹かれたって人は、高評価、チャンネル登録よろしくな。それでは、この動画を締めたいと思います。また、次の動画で会いましょう。